球の皆さんこんにちは、ゲツくんと申します。突然ですが皆さん、ブリという魚をご存知でしょうか？非常に美味しい魚で好きな方も多いと思うんですけど、このブリ、大きさとか地域とかで本当にびっくりするぐらいたくさんの名前があるんですけど、ウルトラ界隈にもウルトラ界のブリと呼ばれているウルトラマンがいるのをご存知でしょうか？そうだね。帰ってきた新ウルトラマンジャックジュニア2世さんだね。今日は皆さんよくご存知の通り、なんかあの人名前多くねっていうのを、それがなんでそうなってしまったかという大まかな流れをさらっと振り返っていく動画です。ちなみにゲツくんは動画ではジャック呼びすることが多いですけど、プライベートでは帰ってきたウルトラマン呼びすることが多いです。はい、ではまず帰ってきたウルトラマンジャックが初めて登場したのは当たり前ですけど帰ってきたウルトラマンの1話です。皆さんご存知と思いますけど、もともとは初代ウルトラマンと同一人物という設定だったので、全部で51話ある作中でもウルトラマンとしか呼ばれていません。これがいろいろややこしくなった原因ですよね。 M78 ワールドの地球人目線だと、多分最初はほとんどの人は初代ウルトラマンと同一人物だと思っていたんじゃないかと思います。こっちの世界でもウルトラファン以外はゾフィーを含めた3人がそっくりすぎて見分けがつかないというのが定番のネタになってるくらいですもんね。 M78 ワールドの地球でもウルトラマンの大ファンの地球人は気づいていたと思うんですけど、どれくらいの人が最初から別人だと分かっていたのかとか、いつぐらいから別人であることが定着したのかとか、いろいろ気になることが多いですよね。正直オタクから見たら体の模様とか戦い方とかスペシウム光線のフォームとか全然違いますけどね。 M78 ワールドの地球人は初代ウルトラマンの最終回でゾフィーのことも見ているので、たまたま最初に見たウルトラマン3人が似たタイプだったので、その後地球にウルトラマンエースが来た時に、なんか知ってるウルトラマンと違うって戸惑った人もめちゃくちゃ数多くいたでしょうね。そんな感じで地球人たちの認識がどうなっているかわからない中、第38話のあの神回で初代ウルトラマンとウルトラセブンとウルトラマンジャックが共演することになるんですけど、その時初めて作中でウルトラマンに初代という概念が誕生します。この流れは最終回にも続いていて、地球を攻めてきたバッド星人も変身者の郷秀樹もマットの隊長も初代ウルトラマンのことを初代ウルトラマンと呼んでいました。特にバッド星人なんて異星人なのにめちゃめちゃ地球人目線で初代ってつけていて、地球人が事態を把握しやすいようにちょっと配慮してくれていますよね。この時点でかなりややこしいことになってるんですけど、その後のウルトラマンエースの時代には変身者の北斗やヤプールにウルトラマン2世と呼ばれていて、その後のウルトラマン太郎やウルトラマンレオの時代には新しいと書いて新ウルトラマンや新マン呼びが誕生します。いやいや、ウルトラマン2世って初代ウルトラマンの子供みたいになっとるやないかい。その他にも作品名を略した帰りマン、キマン、カエマンとかジュニアとか呼び方の種類が増えすぎてカオスな時代に突入します。ちなみにゲツくんは帰りマン、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンジャック以外の呼び方をする人に出会ったことがないんですけど、皆さんとか皆さんの周りではどの呼び方の勢力が強いかコメントで教えてください。シン・ウルトラマンとかは昔持ってた本とかに書いてたような気もするんですけど、ジュニアとか2世とかはマジで見たことも聞いたこともないような気がします。で、私ゲツくんは15歳くらい年下の弟がいるんですけど、その弟が幼い時に一緒に帰ってきたウルトラマンを見ていて、初代ウルトラマンと帰ってきたウルトラマンのことを説明するのなかなか大変でした。まあそんなどうでもいい話は置いといて、そんな様々な呼び方が現れてカオスな状況だった戦国時代がなんと10年以上も続いていたんですけど、1984年に公開された映画でウルトラマン一人一人を紹介するシーンがあって、その時にようやくいやさすがにちゃんとした固有名詞必要じゃねってなって、ついについた名前がウルトラマンジャックという名前なんですよね。ここからジャックが正式な名前として扱われることになるんですけど、当然大混乱が起こりますよね。今で例えると10年以上前なんで、ウルトラマンゼロですね。ウルトラマンゼロが今更実はこんな名前でしたって設定が変更されるぐらいの時が経ってますからね。そう考えるとヤバすぎますよね。若い世代のウルトラファンの方の中ではもうジャックで違和感ないと思うんですけど、
月くんが幼い頃はまだ全然呼び方割れてました。その頃まだジャックが設定されて10年経ってなかったですからね。月くんの父なんかはウルトラマンジャックってなんやねんってまあまあ怒ってましたね。月くんより年上の40代とか50代の方々から当時の雰囲気とかめちゃめちゃ聞いてみたいので、ジャック呼びが登場した時とかこんな感じでしたよとかコメントで教えていただけたら嬉しいです。ちなみに有名な話ですけど、このジャックというのは太郎の企画段階での名前の候補の一つだったみたいです。だいぶ時が経ってからいきなりジャックという名前がついたんで、郷秀樹役の檀次郎さんも困惑したという話もファンの間では有名ですよね。で、後にウルトラマンメビウスの劇場版のウルトラ8兄弟の時にこの一連の流れをいじるじゃないですけど、メビウスの変身者の未来がジャック兄さんって呼んだ後にシンマン兄さんとかカイリマン兄さんとかいろんな呼び方で呼びまくるという面白いシーンがあって、見た時思わずニーチャりましたね。今回は名前に関することのみの動画でしたけど、帰ってきたウルトラマンは以前動画にも出しましたけど、ウルトラブレスレット関連でもたびたび話題に上がったり、アメトーークでもいじられてましたけど手ぶらで変身したり、人間体の時の日常みたいなものを初めて見せてくれたウルトラマンであったり、初めてがっつりと修行したウルトラマンでもあったり、他のウルトラマンにはない魅力とか初めての要素とか結構たくさんあって見どころオンパレードな作品になっていますので、もしまだ見たことない人いましたらぜひ見てみてください。そのうち作品解説の方もヒーロー解説の方もやっていこうと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではさよなら。